はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングから今のエネルギー解説をさせていただきます。よろしくお願いします。何かね、このリーディングを通して皆さんに気づきが起こってスムーズになんか抵抗なく自分のやりたいことをやっていけるようになったらいいなって思ってます。では行きますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月前半です。フール、女帝、忍者逆、そしてペンタクルスのナイト、そしてお月さんの逆、カップ6逆、ペンタクルス3逆、はい、気をつけることや対策がジャッジメントと鳳凰の逆とオラクルが、はい、ペンタクルスの4ですね。へーって感じで、いかがですか今、前回のね3月の後半からやっぱり人間関係がすごく強化されてるよとか、いい意味で責任を持ってやっていくとか、結び直すみたいなそんな感じだったと思うんですけど、何か感じてらっしゃるでしょうか。やっぱり4月っていうのは、全体的に12星座共通でね、何かが始まっていくとか流れが速くなるとか前に進んでいくみたいな、そういったエネルギーが強いんですけれども、このエネルギーをやっぱり天秤座さんは特に関係性というところにおいて使えるんですね。これ誰か特定の人との関係性でもそうだし、ご自身がお仕事とかでも契約を取るとかつなぐとか何か交渉するとか会っていくとか、そういうのもすごくいいと思います。で特に4月のそうですね2日っていうのは満月なんですけど、天秤座で起こる満月なので、天秤座さんっていうのはすごく他者との関係において気づくことが大きいかもしれませんね。嫌な思いをするとかではなくって、何か人との中で感じることがすごく多いで、大事なことに気づかされるみたいな。例えばすごく誰かに対して自分が真面目に向き合って頑張っていたけど、自分が頑張りすぎてたなとか、例えば独りよがりだったなとか、もっと相手のことを信じればよかったなみたいな、そういうことを感じたりとかですね、なんかそういう感情的にすごく飽和状態というか、いい意味で満たされてる感覚が満たされている時なので、なんか感じることが多いんじゃないかなと思います。でそして4月の10日以降、火星というねバイタリティがお羊座に入るので、より一層他者に対して頑張っていけるとか向き合っていけるとか切り込んでいくっていうことができるので、例えば営業されてる方とか何か接客されてる方にとっては、相手にもっと真剣に向き合っていくとかアピールしていくとか、そういうのもとてもいいと思いますし、もしくはすでに関係性がある方にとっては本当に言いたいことを伝えるとかね、なんかとにかく踏み込んでいくっていう感じがすごくします。でご自身のバイタリティも上がりますよ、こういう時って。はい、で3月31日からね金星という社交性とか愛情とかが大牛座に入ってるんですけど、これに関しては天秤座さんは信頼をゆっくりと温かく信頼を高めていくっていうのかな、なんかそういう流れになっていくと思います。はい、でその上でねこのカードを見た時にいい感じで力が抜けてるなって思ったんです。やっぱり入り口がフールなので、なるようにしかならないかなみたいな、自分で何かすごい決めていくっていうよりもどうなるのか見てみようかなとか、流れで任せてみようかなみたいな、そんな感じかもしれませんね。ですごくなんて言うんでしょうね、意識がどっちに転ぶかなんですけど、きっとうまくいくんじゃないみたいな、そういう感覚でいられる時もあれば、もし何かすごい細かいところに意識を向けたらこれって大丈夫かなみたいな感じで思いそうになるから、いやいや考えないでおこうって言ってなんとかなるかっていうふうに収めているっていうところもあるのかなっていう気もしますし、でも全体的にやっぱり満たされてるんじゃないでしょうか。やっぱり何か嬉しいことがありませんか、皆さんの中に。何か自分がホッとできるとか嬉しいっていうその感情はどこにあるでしょうか。もちろん体で感じてるとは思うんですけど、何かなんて言ったらいいのかな、目の前のことが嬉しいから嬉しいっていうのではなく、
目の前のことはまあ日常それぞれいろいろあるけれども、自分が何か深いところとつながって守られている感覚があるとか、誰かは分かってくれてるとか通じているとかっていう感覚が自分にその安心感をもたらしてくれて、安心してできるよみたいな、そんな感じかなと思ったんです。なのでぜひその自分がどんな安心感とつながっているのか、どんな喜びとつながっているのかをもう一回確かめてみてねみたいな感じで思ったんです。でそれなぜかって言ったら先ほど言ったようにちょっとこう気を緩めれば不安な方に行きそうになることもあるから、いや私すごく守られてますみたいな感じで、つながり直してもらうのもいいかなと思ったんですよね。そしてここからなんですが、何かその人との関係の中でね、いいことが生まれそうな感じがあり、何か例えば一緒にこういうことやってみませんかみたいなお仕事かもしれないし、なんかイベントかもしれないし、なんかそういう話があるのかなという気がしますし、それを温めていくみたいな感じがあります。なんかすぐにっていうよりも様子を見ながら温めていくっていう感じ。そしてここでやっぱりお月さんの逆が出ているので、お月さんっていうのはこれからどうなるのかなという、ちょっと先が見えない不安感みたいな感じなんですが、それが逆位置なので、そういった不安感からだんだん真実が分かってくるよとか、不安な気持ちっていうのがだんだん晴れていって何が大事か分かるよみたいな感じのカードなんですね。でとても感情的に自分の悪い癖に陥ることなく保てるって感じがします。これは誰だってもちろん不安になったりとかネガティブになったりとかもちろんあるんですけど、ネガティブが悪いわけでもないし、不安になることも悪いわけでもないけれども、でもそういうもんだよねって言って自分で立て直していけるって感じがありますし、あとやっぱりなんかここまでの流れの中で、少し気にかかっていたことはあるんだと思うんですけど、そこに引っ張られすぎずにちゃんと自分の中で整理をしてもう未来を見ていこうみたいな、そういった気持ちの切り替えができてるんだなって感じがしたので、とても素晴らしいなと思います。そしてここからですね、またやっぱり誰かと関わって何かを作っていきたいっていう感じがありますね。ただこれって一人だけじゃなくて複数人が関わってくるので、まずはメインで誰かと関わって、じゃあ話の企画が立ち上がりましたみたいなことがあったとして、そこからじゃあまた別の人にも声かけてとか、何人かで一緒に研磨していくみたいな感じかな。精査ではないな、一緒に意見を出し合っていいものに変えていくみたいな、そんな流れがあります。そしてそうですね、一番言われてるのはやっぱりペンタクルスの4なので、大事にしていきたいものは守れますよっていうのが一番のメッセージですね。はい。そして例えばここからなんか誰かと関わったりとか、人と関わることによって自分の一番大事なものっていうものを譲歩しなくていいですよっていう感じはしました。なんかここでね、なんか何かが生まれつつあるんです。今これをやっていきたい、これを大事にしていきたいっていうものがあって、でこれを育てていくためには他者の協力がいたり、一緒にやる方が効率がいいなみたいな感じがあるんですけど、その他者の意見が入ってくることによってより良くなっていくはずなのに、なんか自分が犠牲になるとかそういうことはないので、そういうふうにしないでいいんだよみたいな、自分を変に蔑んで他者を持ち上げるとかはしなくていいよっていう感じです。はい、そんな感じかな。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。仕事ね。ワールドとソードの6ですね。やっぱりね、なんか恵まれている、もう一枚出たのがタワーなんですけども、今なんかちょっといい意味で力が抜けてどうするのかな、どうなるのかなと思ってるじゃないですか。それがお仕事にも影響してすごく豊かだって思える時もありますし、そこからまた何かが始まっていくみたいなね、人の協力を得て何かが始まっていくっていうのがあるんですけど、やっぱりなんか途中でね
なんか方向が変わりそうな感じがするんですよ。その誰かとの話し合いの中で最初はこっちがいいと思ってたけど、あ、そうだよね、やっぱこっちがいいよねって言ってこっちに行き始める。だけど途中であれちょっと待って、やっぱり違うかもみたいな感じでちょっと戻るみたいな、そんな感じがあるので、お仕事に関してはこうすごくなぜかすごく順調にいく部分と、やっぱりこう強制的に変えさせられる部分っていうのがあるんだなと思いますけど、もし強制的に変更になるみたいな、さっき人との関係とか契約とかとってもいいでしょうって言ったんですけども、このいい時って逆に今後の自分にふさわしくないご縁っていうのは急に断たれたりするんですよ。なので、あれめちゃくちゃいい契約だと思ったのになくなったとかっていうのは、その時なくてよかったねっていうことが後からあったりするので、そういう意味で仕事もなんか一部は変更になるのかなって感じもあります。でもその他の部分ではすごく順調にいくところもあるので、やっぱりこう軸は自分に持っておかなきゃいけないんだなって感じがしましたね。はい、そして人間関係見てみましょうか。人間関係は節制、カップのページ、カップクイーンということで全部カップですね。全部じゃないけど節制はねダイヤルからなんですけれども、人間関係って言っても本当にプライベートと仕事を分けてない方も多いと思いますしね、仕事絡みで関係性っていうのもあるかもしれないんですけれども、特に人間関係っていうとねいくと、何かね誰かが持っている感覚、誰かがこんなことやってみたいんだと思ってる感覚となんかちょっと意気投合してそれを助けてあげたりとか、それを協力するみたいな形でその思いを膨らませていこうとしてるって感じがあります。で天秤座さんもその人に対してのなんかいい思いがあって、その人と協力してやっていく、この人だったら協力してもいいなと思える人がいるとかね、なんかそんな感じです。なのでなんとなく仕事絡みのような気がしてしまったんですけど、仕事絡みじゃなかったとしても関係性、普通の関係性であったとしても、なんかちょっと優しい気持ちになってるっていうかな、他者に対してできることをやってあげたいっていう気持ちになったり、他者のその思いを組み込んで組み上げてあげるような余裕があったりするのかなって感じがしますね。そしてこの関係性っていうのは特に近い人だけじゃなくても距離が遠い人でも全然 OK って感じです。ちゃんと気持ちは汲み取り合えるみたいな感じがしました。はい、また関係性においてはね、ちょっと人間関係って4月いろいろ動きやすい時なのでちょっと別で撮ろうかなと思っています。はい、ということでちょっと最後にオラクルカードを引いてみたいと思うんですけれども、もし何か一つでもヒントになったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではいきますね。これ、はい、どうでしょう。このカードを見て皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかやっぱりちょっと自立していくとか、なんか一瞬なんか孤立してるように感じるかもしれないんですけど、全然そんなことなくって、本当に自分を信じて進んでいった先に必ずオアシスはあるよって言われてるような気がしました、私はね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。